ザクほろ。この食感の秘密は砂糖の使い分けにありました。宝石のようにキラキラ輝くディアマンクッキー、プレーンとココアの2種類を失敗なしで美味しく焼き上げるコツをたっぷりお伝えします。それでは作っていきましょう。今回は2種類作るので、後で半分に分けやすいようにボウルの重さを測っておきます。では生地を作っていきます。指で潰せる柔らかさにしたバターをボウルに入れます。柔らかさが均一になるまでゴムベラで混ぜます。粉とグラニュー糖を入れ、全体になじむまでしっかり混ぜます。ザクッとしつつもほろっとした食感を出すために砂糖を2種類混ぜて使いました。卵黄を入れます。滑らかな生地になるまでゴムベラを回すように混ぜていきます。混ざったら生地を真ん中に集めておきます。ではこの重量をボウルごと計量します。全量からボウルの重さを引き、生地の重量を出します。最後に生地の重量を半分で割ったら計算完了です。では計算した半量の生地を新しいボウルに計量します。2種類の生地を作っていきます。プレーン生地は薄力粉、アーモンドパウダーを入れます。粉っぱさがなくなるまで切るように混ぜます。ココア生地は薄力粉、アーモンドパウダー、ココアを入れ、同様に粉っぽさがなくなるまで切り混ぜます。台などに出して形を整えていきます。適度なグルテンを出すとディアマンらしいエッジが出るので、上から押さえつけ畳むという作業を 2,3 回行います。理想の細さになるまでコロコロ転がして細長くします。この時点ではデコボコしていて大丈夫です。ピチッと密着させるようにラップをします。ココア生地もプレーンと同様の作業を行います。クッキーはこねたらダメなイメージですが、むしろ少しだけこねてあげた方が綺麗なエッジが出るんです。これからクリアファイルを使って綺麗な円柱にしていきます。ファイルの真ん中に生地を乗せ、ファイルでクッキーを挟みます。ロールケーキの巻き終わりにするみたいにスケッパーや定規を使ってクッと生地を入れ込みます。納得のいく形になるまでやってもらって大丈夫です。ココア生地も同様です。ファイル同士を重ねた時に下に来たファイルを引っ張りながら生地を押すと上手にできます。冷蔵庫で30分寝かせた後、冷凍庫で20分冷やし固めます。カチカチに固まっていたら、ここからは溶けないように手早く行います。卵白を表面に薄く塗ります。グラニュー糖の上にゴロゴロ転がして全体にたっぷりつけます。ココアも同じです。では1センチくらいの厚みに切っていきます。あとは鉄板に並べて焼くだけです。180度に予熱したオーブンで12分焼いていきます。こんな感じで焼き上がりました。大量にできて幸せです。しっかり角も立っていて、まさに理想のディアマン。だいたい25枚ほど焼きました。ディアマンはフランス語でダイヤモンドを意味するそうです。その名の通り、周りのグラニュー糖がキラキラしていて宝石みたいです。中はザクホロ食感。粉糖はホロッと、グラニュー糖はザクッとした食感を作ってくれます。同量の分量で置き換え可能なので、理想の食感に合わせて砂糖を使い分けてみてください。手軽に大量にできるディアマンクッキーは最強です。